皆さんこんにちは。メイクアップアーティストのみさきです。本日はブラウンを使った海外っぽいアイメイクのやり方をご紹介しようと思います。ブラウンのカラーは一番使いやすくて、皆さんがもうすでに持っているカラーかなと思うので、ぜひ参考にしてみてください。はい、今日はもうすでにベースメイクと眉毛が終わった状態から始めていきます。で、過去の動画で上がっているので、ぜひそちらをチェックしてみてください。はい、ではまずはじめにザ・ステムのチップコンシーラーを使ってベースを作っていきます。で、この色選びなんですけど、だいたい自分の肌のトーンより2、3トーンぐらい明るめの色を使うのがおすすめです。っていうのも、少し明るめの色を使った方がアイシャドウの発色が良くなります。あと、こんな感じで眉毛の下にラインを描くことでアイブロウの形を整えることができるし、あと、これがハイライト代わりになって顔に立体感が出てきます。そうで、あとよくアイベースとかも売ってるんですけど、私的にコンシーラーで十分かなって思います。ただ、あんまり水っぽいものとかだと効果が出にくいので、ちょっと固めのテクスチャーのもの、カバー力高めのコンシーラーだったらほとんど OK かなと思います。はい、でまぶた全体にコンシーラーをのせたら、必ずスポンジでなじませていきます。でここでコンシーラーがちょっとまだらになってたりすると、アイシャドウがよれる原因になっちゃうので、もう本当にね、しつこいぐらいしっかりとスポンジで伸ばしていってください。でこのアイブロウの下のラインがちょっとスポンジだとぼかすの難しいよっていう人は、細めのブラシとか、ちょっと蜜が濃い細めのブラシでブレンドしていったらいい感じになるかなと思います。そしたら反対側も同様にやっていきます。はい、これでアイシャドウのベースの完成です。はい、で今日はこの中国コスメかなのカラーキーっていうところのアイシャドウパレットを使っていきます。でちょっとコンシーラーがシワとか、二重のラインとかに溜まりやすいので、アイシャドウをのせる寸前にもう一回スポンジでなじませて、綺麗な状態にしておきます。そしたらまずはじめに薄いブラウンの色をまぶた全体にのせていきます。でイメージ的には、ファンデーションをお粉でセットしていくみたいなイメージで、アイシャドウでコンシーラーをセットしていくっていう感じでのせていきます。なんで最初にこののせる色は結構まぶた全体に広い範囲にのせていきます。なのであんまり小さいブラシを使うとちょっとブレンドするのが難しいので、こんくらい大きめのブラシがあったらそっちの方がやりやすいかなと思うので、ちょっと太めのブラシでやってみてください。はい、そしたらハイライトしたい部分にこの左上の一番明るいシマーのカラーをのせていきます。で、眉山の下と目頭にのせるんですけど、できるだけ小さい筆であんまり広い範囲にのせないように気をつけてください。できるだけ細く入れた方が顔に立体感が出てきます。そしたら次にダークブラウンを目尻にのせていきます。でこういう濃い色をのせるときは結構しっかりブレンドしないと境目が目立ちやすくなっちゃうので、綺麗にグラデーションができるまで本当にひたすらブレンディングするようにしてください。でちょっとこういうブレンディングが苦手っていう人は何もついてないブラシを取って、それで境目をひたすらブレンディングしていくと割と簡単にできるかなと思います。で最近の海外のトレンドではちょっとリフトされたようなメイクアップが流行っているので、アイシャドウも少しこめかみに向かってつり上がるような感じでのせていきます。
そしたら次にブラウンのシマーのカラーを取って、目頭からだいたいまぶた中心ぐらいに向かってのせていきます。はい、そしたらグリッターをのせていきます。でこういうちょっとザクザクした感じのグリッターは絶対指でのせた方が綺麗に乗ると思います。ただなんか人差し指とか指までしてあるのかよって思うかもしれないんですけど、人差し指でのせちゃうと力がこう入りすぎちゃうので、中指か薬指でのせると力加減もいい感じになるので、そういい感じに乗りますはい。で、ポイントは結構ね、眉毛の下の方までのせちゃって大丈夫で、そうすると目開けた状態でもしっかりとグリッターが見えるので、思い切って上の方までのせてみてください。そしたら次にアイライナーをやっていきます。で、私いつもペンシルライナーを使うことが多いんですけど、今日はちょっと珍しくリキッドアイライナーを最初に使っていこうと思います。で、まずはじめに、まつげの間を埋める感じで、本当にインラインっていうんですかね、を引いていきます。そしたら次に跳ね上げラインを描いていきます。で、このポイントは目を開けた状態でラインを描いていくっていうところですね。なんかこう下を向いてラインを描く人が多いとは思うんですけど、そうするとこう下向いた時はいい感じのラインができてるんですけど、目を開けたらこうラインがちょっとくにゃってなっちゃったり、ここに来るのかみたいな感じになることがあると思うので、こう正面向いて目を開けた状態でラインを跳ね上げラインを描くっていう感じでやると結構一発でうまくいくかなと思います。でこのままだと少しちょっとシンプルすぎるというか、ちょっとなんか物足りないなっていう感じがあるので、ダークブラウンのアイシャドウを使って目尻をぼかしてグラデーションを作っていきます。でこのぼかす時にアイラインだけをぼかすっていうよりは、ちょっとこうアイシャドウにつなげる感じで目尻全体が少し濃いめのブラウンになるようにぼかしていきます。はい、そうするとなんかこんな感じでちょっとナチュラルなんだけどスモーキーみたいな感じの目元になりました。そしたら次にまつげを上げていきます。はい、そしたら次にマスカラを塗っていきます。今日はメイベリンのものを使っていこうと思います。でなんか毎日メイクとかだったら全然マスカラだけで十分だと思うんですけど、ちょっと今日はリフトされた感じのルックにしたかったので、つけまつげをだいたい3、4束ぐらいを切って目尻1/3にちょっとつけました。そうするとちょっとこう目の横幅も広がるし、このアイシャドウとアイラインに合わせてちょっとこうリフトされた感じの目元になるので、全部つけるよりかは結構この端だけに少し足すっていうぐらいの方が今時っぽい感じになるかなと思います。でマスカラが完全に乾いちゃう前にビューラーでつけまつげと地まつげを挟んで軽く持ち上げます。そうするとこうくっつくので、ちょっとつけまつげつけてるんだけど地まつげっぽいよみたいな感じになります。そしたら次にペンシルライナーで下まぶたのラインを引いていきます。
でこの粘膜にアイラインを引くのが好きな人と嫌いな人って結構分かれるとは思うんですけど、これをやると結構ねガラッと目の印象が変わるので、ちょっと試しにやってみてください。そうでポイントとしてはブラウンのアイラインを使うっていうことと、こう粘膜全体に引いちゃうとちょっときつい印象になるので、黒目のだいたい下ぐらいまで引いて、そこから目尻にかけてはブラウンとかのアイシャドウでぼかしながらこうラインにつなげる感じで引いていくと、ちょっときつい印象にはならないかなと思います。そしたら細めのブラシにブラウンのシマーのカラーを取ってラインをこんな感じでぼかしていきます。でそうするとこう上のアイシャドウとマッチして、こうしっかりちゃんと下もアイラインを引いてるんだけど、全体的にこう柔らかい印象になるかなと思います。でこのままでも全然いいんですけど、ちょっとこう目元にキラキラを足したかったので、下にも上に使った同じグリッターをのせました。そしたら最後に下まつげにも軽くマスカラをのせていきます。はい、そしたらこれでブラウンメイクの完成です。でやっぱりブラウンって一番使いやすい色で、どんなスキントーンにも合うし、どんな洋服にも合うし、一番みんながよく使う色かなと思うんですけど、結構その同じアイシャドウでも入れ方次第で印象が変わったりするので、是非皆さんこのやり方もやってみてください。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございます。よかったよって思ったら高評価と、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。